今回はヤマソン2025にウォーキング仲間と一緒に参加してみました。山手線30駅を巡るウォーキングとなります。無事ゴールすることができました。約44キロになる山手線を11時間7分で歩き切りました。ヤマソンはルートが決まってないので自由にルートを決めることができます。各駅でメンバー全員が写った写真を撮っていく必要があるので、まず各駅に寄る必要があります。なので今回は北側の勾配があるルートを先に攻めて、疲れてきたところで繁華街が多い南側を攻めることで、モチベーションを維持しつつゴールを目指そうと考えています。では本編をどうぞ。東京駅に到着しました。今回の出発地点は京王線ホームの地上にある常盤ビルなので、早速向かっていきます。早く着いたのでいろいろ見ていたらヤマソンのスタートゲートがありました。まだあんまり参加者がいないところに着いてしまったので、朝日を眺めながら準備をしています。木々も色づいてきて爽やかな秋空が広がっています。すごい楽しみに歩けそうです。メンバーが揃ったんで常盤ビルに入っていきます。いよいよ出発の時間になってきました。はい、出発となります。ではみんな頑張っていきましょう。早速一つ目の駅の東京駅に到着しました。正門の近くに東京駅という看板があったので、そこで写真を撮りました。中央線の高架下を通って次の神田駅に向かって歩いていきます。東京統治の建設現場を通過していきますが、ここに日本一のビルが建設される広さを確保しているっていうのはちょっとなかなか信じられないですね。新常盤橋を進んでいきます。この上の高速道路もいずれなくなるっていうのは、東京の景色の移り変わりの速さを感じますよね。神田駅に到着しました。早速もう看板が見えたんで、ここで撮ることにして次の駅に向かって進んでいきます。神田駅着きました。中央線の高架下をくぐって進んでいきます。秋葉原駅に到着しました。電気街口で、秋葉原駅の看板がよく見えるんで、ここで写真を撮って進んでいきます。次の駅までは高架沿いを歩いていきます。御徒町駅に到着しました。脇に入り口があったので、そこで写真を撮りました。アメ横を通って上野の方に向かいます。上野駅に到着しました。上野駅の正面の上野駅の看板の前で写真を撮りました。途中ハトレース協会の建物がありました。いろいろと東京の街を歩くと変わった建物がありますよね。うぐいす谷駅に到着しました。はい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 、どうぞどうぞ。日暮里駅に到着しました。みんな向こう側行っちゃう。荒川区になった。日暮里駅はこっち側の方が大きいから、皆さんこっちの方で写真撮ってますね。西日暮里駅に到着しました。田端駅に向かうところの道路では参加者がすごい渋滞になっているような感じです。なんでここで渋滞が起きるんでしょうね。追いついたんですかね。前回来たことがあったんで、田端駅の近道を歩いていたら工事中で行き止まりでした。ちょっと引き返して元の道に進むことにしました。田端駅に到着しました。よいしょ。
りますか。山手線唯一の踏切に近づこうとしたんですけども、これ結構閉まってるとなかなか開かないんで、別のルートで行くことにしました。駒込駅に到着しました。はい。やっぱり山手線の北側のルートはちょっと賑やかさに欠けますよね。巣鴨駅に到着しました。この歩道は春来ると結構桜で綺麗な歩道だったと思います。大塚駅に到着しました。池袋駅に到着しました。またまた細い道ですが、今回は通り抜けることができました。目白駅に到着しました。ああ、じゃあ高田馬場駅に到着しました。雨がひどくなってきたので、ここら辺でランチタイムにすることにしました。入りますか。こっちでいい？はい。新大久保駅に到着しました。はい、チーズ。はい。新宿に近づくにつれてだんだん街が賑やかになってきました。新宿駅に到着しました。 JR 新宿駅。はい、チーズ。新宿駅のビルの建て替えが多くて、なかなか地上に出ることができないで迷っているような感じになっています。代々木駅前の開かずの踏切にやってきました。小田急が結構頻繁に走っているんで、なかなか開かないんですよね、この踏切も。ちょっと空いた隙間を狙って先に進んでいきます。代々木駅に到着しました。これか。入ったかな。はい、チーズ。はい、もう一個。途中明治神宮によって進んでいきます。原宿駅に到着しました。雨が結構降っています。原宿。渋谷駅に到着しました。参加者が多いんで結構すれ違いますね。写真。こっちのでかいのにしますか、じゃあ。ほら。恵比寿駅に到着しました。近寄ってください。はい、カシャ。もう一回、はい、チーズ、カシャ。目黒駅に到着しました。五反田駅に到着しました。
五反田からは最短経路で大崎の方に向かっています。ちょっとこの辺はよく知ってるので最短距離で進んでいるような感じになります。大崎で、大崎駅が大崎駅に到着しました。雨が降ってきたので極力建物の中を進んで次の駅に向かっていきます。途中ナビによってルートが異なるので、いろいろ相談しながら進んでいくような形で進んでいます。品川駅に到着しました。品川駅は大工事中ですよね。ちょっと狭い道を通りながら進んでいきます。新しい高輪ゲートウェイのビルを通って高輪ゲートウェイ駅に向かいます。高輪ゲートウェイ駅に到着しました。あれ、高輪ゲートウェイが明るい。別のイベントもやっていたのでそこでも写真を撮らせていただきました。100キロウォーキングでエナジードリンクを飲むとなんか疲れが取れるよって話をしていたところ、エナジードリンクを配るイベントをやってたのでそこですかさずエナジードリンクをもらいました。ついでに写真も撮らせていただいて記念撮影をいたしました。いいですいいです。リフレクションも入ってる。田町に向かうところの札の辻交差点のところからは東京タワーが綺麗に見えたので思わず記念撮影をしてしまいました。田町駅に到着しました。もう一回。2個。すっかり周りが暗くなって夜の街モードになっている中を歩いて進んでいきます。新しくなった貿易センタービルを通って浜松町駅に向かっていきます。浜松町駅に到着しました。階段だ。浜松町駅はすごい工事中でちょっと分かりづらかったんですけれども、足を痛いところを我慢しながら階段を降りて進んでいきます。東京タワーが遠くに見えるというのも歩いていてとても楽しいですね。またちょっと雨が降り始めましたね。もうラストが近いんで気合い入れながら進んでいきます。終盤が繁華街で賑やかだったのはすごいモチベーション維持に役立ったと思っています。新橋駅に到着しました。チーズ。間違えた。また動画に。新橋から有楽町の間は高架下が、施設があるので楽しみながら歩いていきます。有楽町のビッグカメラが見えてきました。いよいよ大詰めですね。ラストスパートになります。有楽町駅に到着しました。有楽町。いよいよゴールに近づいてきまして盛り上がってきましたね。とうとうゴールに着きました。すごい賑やかですね。かんぽ賞とタイムを設定して記念写真を撮りました。一組ずつタイムを設定して写真を撮るってことはあんまりないので、これはなかなか面白いですよね。今回は山手線一周ということで、以前ちょっと山手線一周を歩いたことはあるんですけれども、今回グループで参加すると違った角度で楽しめたと思いました。
また今度こういうようなウォーキングをグループで参加するようなことがあれば、チャレンジしてみたいなと思いました。やっぱり個人で歩くよりかは励まし合いながら歩けるというのか、ちょっとそれぞれの人の特徴を見ながら歩けるというのか、案外なんか違う角度での楽しみがあったっていうのが今回の楽しみでした。この山手線一周を歩いた月の、10月に歩いたんですけれども、これの月末ですね。月末に今度は小田原から有明までの100キロを歩く予定です。で、その次の11月の末ですね。そこでは関西の神戸の方で50キロウォーキングしようとしています。また来年もちょっとあれですね、葛飾のあたりから成田まで歩くという50キロっていうのがあるので、ぜひ続けて挑戦したいと思っております。